こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、2020年これから稼ぎたい方はですね、絶対やっておくべきこと5つっていうのをですね、実体験をもとに分かりやすく解説していきたいと思います。まあなんですけども、やっぱ副業で稼ぎたい、2020年これからやりたい、思ってる方結構いっぱいいらっしゃると思います。で、僕自身ですね、2008年ぐらいから自分で稼げるようになりたい、そう思っていてですね、これまで11年ぐらいずっといろいろやってきましたと。で、そこの中でまあうまくいったこともあったりとか失敗したこと、まあいろんなことでですね、試行錯誤してきました。まあ今ですね、月にですね、4、500万ぐらい稼げるようになってきたんですけれども、そういうふうに自分自身でお金を稼ぐっていうのをゼロからですね、11年かけてやってきた中で、まあこれはね、絶対やっといた方がいいよ。これからやるときはね、やらなきゃ損だ。まあ過去の自分やってこなかったけど、もっと早くやっときゃよかった。まあそういうのをですね、厳選して5つですね、この順番でやっておけばいいっていうのをですね、わかりやすく解説していくので、ぜひですね、最後まで見てください。これ見逃すとですね、時間を僕みたいに損するかもしれない。僕11年かかってますからね、早ければまあ数年でいけると思うので、ぜひですね、最後まで見てみてください。ということで、まあ目標ですね。まず第一番目、目標を書き出しましょうと。これいろんなところで言ってるんですけれども、これはまず僕一番初めやった方が良かったですね。やりたいことだとか、目標、夢とかですね、こういうことやりたい、車が欲しいとかですね、お金いくら欲しいとか、とにかく欲しいこととかやりたいこと、タワーマンションに住みたいでも何でもいいんですけれども、そういうね、1億円欲しいとかですね、10億円欲しい、何でもいいんですけども、そういうのですね、まあひたすら目標とかやりたいこと、欲しいものを書いていくんですよね。時計が欲しいとかですね、ぬいぐるみが欲しいとか何でもいいんですけども。とにかくこれやっとくのが良かったですね。で、まあ、それができたらなんで欲しいのかとか、まあ、こういう生活したいとかですね、そういうのも、理由もね、書いた方が絶対いいですね。まあ、そうやることで、こういう生活ができるようになれば、こういう風に未来が変わるんだっていうので、イメージするっていうのが重要ですと。で、あとでやりたくないこともいっぱい書いた方がいいですね。なんかずっと残業したりとかですね、なんかペコペコしてですね、上司にこう嫌なことを、仕事をやりたくないとかですね、ずっと残業でなんかこう、プレッシャーにこう、追い潰されたくないとか、そういう嫌なこととかも全部書いておいて、まあ、まずはですね、目標とかやりたくないこと、どういう人生を送りたいかっていうのを明確にしますと。で、それで、次、これね、すごい重要なんですけども、その後決断するんですよ。そう、自分はそうなるんだって決めて断ち切るっていうんですけども、それをね、自分はやってこなかったので、結構遅れてしまいましたね。なんかこう、ぼんやりとしてですね、過ごしてしまった。なんか漠然とこういう風になりたいなってあったんですけども、それをね、こう、明確な目標を持って絶対こうやるんだっていうのを潜在意識にすり込む。その作業をやってこなかったが上にかなりの時間を僕ロックしました。で、これはね、最初にやった方がいいですね。で、まあ、自分自身ですね、いろんなこう、そういう夢とか書いた方がいいよって本をですね、もうそれはもう十数年前から見てはいたんですよね。まあ、例えばワタミの社長の夢手帳とか、夢に日付を入れようとかですね、いろんな本読んできたんですけども、まあ、そんなこと書いたところで意味ねえだろうと思ってですね、やってこなかったんですよ。ただ、まあ、2017年にですね、まあ、尊敬する経営者、まあ、不動産投資家の方でですね、今家賃年収2億とか超えてるものすごい有名な方いらっしゃるんですけども、まあ、そういった方々とかと仲良くなるようになって、絶対ね、これやっといた方がいいよ、モフさんって教えてくれたんですよね。じゃあもうやらなきゃと思って、もうそっからですね、もうやり始めましたと。で、まあもう騙されたと思って、紙に書くこと自体に何の意味があるんだとかっていうのは思ってたんですけども、まあとにかくやってみてですね、そしたらまあいろいろやっぱこう変化が訪れるんですよね。その潜在意識で自分はこうなりたいんだっていうのを明確にすることで、まあ日頃の行動がちょっとずつ変わってくるんですよね。例えばまあ疲れたけど、ちょっともうちょっと頑張って勉強しようとか、今ここでこれやったら夢に近づくとかですね、そのまあ、未来に対してやりたい方向にこうちょっとずつその自分のベクトルが向いてくるんですよね。で、やらないとそれを達成できないっていう風な感じになってくるんで、その日々の行動がですね、自然とこう夢に近づくようになってくる。まあこれね、ほんとびっくりしたんですけども、潜在意識にすり込むことが重要で、やっぱで、いろんな人もやってるんですけど、やっぱ最初に書いたことはですね、大体実現しますね、数年後に。これね、ただ書くだけじゃなくて、やっぱ見直して潜在意識にやって行動に変えていかなきゃいけないんですけども、で、これをやってる成功者多いですし、やっぱ一番重要なのは、その能力とか才能とかお金とか学歴とかよりも、ほんとね、このマインドですね。ないところがどうやって未来を切り開くかっていう、そういう、その決断して行動するっていうところは、本当にね、僕自身、2017年とかでなくって、もっとね、10年早くやっとけば、もっと成功してたなっていうのは自信が持って言えますね。なので、ぜひこれやってほしいなと思います。まあ、こういう風にセミナー、これ、動画でやってるんで、詳細見てみてください。あと自分自身すごい役に立った本はですね、まあ、この非常識な成功法則っていう神田さんの本とか、あとまあ、ジェームス・スキナーのですね、成功の9ステップで本がすごい良かったですね。で、自分はね、この CD をよく聞いて、ずっと聞いてましたね。多分何十回何百回聞いてると思うんですけども、この
CD を聞いて、まあそういう風に決断しましょうってジェームスが言ってるんで、まあそれでですね、自分自身はまあこういう風に行動するように変わった。まあ本当ね、感謝しますね。その時教えてくれた先輩には。今も仲良くしていただいてるんですけども。で、あとですね、次、2番目やってほしいことは支出を見直そうってことで、いくら入ってきてですね、お金を、いくら出ていくか、それをですね、まず把握した方がいいですね。稼ぐことって結構やっぱ時間かかるんですよ。だからまずは、その収入と支出を見直して、固定費を下げたりとかですね、例えば格安シム、スマホ使ってなければ格安シムにしてみたりだとか、その日々の生活で固定費いらない保険見直すとかですね、車手放すとかですね、まあそういうふうに、とにかく固定費を下げるっていうのが重要で、最初にやっておいた方が、これボディーブローのようにですね、効いてくるし、稼ぐとね、その分に税金かかるんですけど、この固定費下げた分には税金かからないんで、丸々残るから、ぜひともおすすめですね。ただまあ生活がね、苦しくなるようなね、こう1円2円切り詰めるみたいなのやめた方がいいですけども、これおすすめで、あと将来どれぐらい、そのさっき1番目で書いた夢を実現するのに、どれぐらいのですね、お金が毎月必要なのかとか、こう書いていったりとかすると、具体的にですね、いきますね。これも、むちゃくちゃすごい名古屋のですね、不動産投資家の方とかが、まあ、すごい言ってましたね。これいいよ、これやった方がいいよって言われて、まあ自分もやってですね、こういう生活したい、じゃあ月いくらかかるんだとかでも書き出してみて、これぐらいあればじゃあいけんだな、みたいなんで、もう今なんかもうそれ達成しちゃってるんですけども、でもまあそういう風にですね、やっていくことで、そういう自分のやりたい生活とかが送れるようになるっていうのがあるんで、ぜひやった方がいいですね。あとまあ、例えば子供がいらっしゃればですね、学費がいくらいつかかるかとか、まあ人生設計ができますね。まあこういうのをファイナンシャルプランナーとかやってもらえるんですけれども、まあ自分でやった方がいいですね。人にやってもらえるのも自分自身で、見直してみるって方がやっぱ重要だと思ってて、人から言われるのもね、自分でこう納得して、こう人生設計していくっていう、その自分の人生のプランってやっぱ重要ですよね。まあファイナンシャルプランナーってね、そんなむちゃくちゃ金持ってる人ってそんないないんで、人の人生プランできるって言ってもむちゃくちゃ稼げるかどうかって別問題なので、やっぱ自分自身で、まあ自分の人生は自分で設計する力っていうのはやっぱ重要だと思いますね。で、あと、これもおすすめなんですけども、毎月の資産の残高をチェックしておく。で、月いくら残ったかっていうのをですね、大まかに細かく全部の缶ジュースいくらで買ったとか、そういうの残すのもしょうがないので、月々の残高がどれぐらい減ってるかとか、増減はチェックしておいた方がいいですね。これはぜひおすすめで、なので見える化しておくっていうことで、なので支出どれぐらい減らせるかっていうのと、あと具体的にこうやって資産が増えていくっていうのを見える。これもね、やってる人むちゃくちゃ多くて、具体的にいつまでにいくらぐらい欲しい。だからこうやってこう、資産が増えてるのか減ってるのかっていうのは、現実とのギャップをですね、明確に見えているようにするようにした方がいいですね。これもね、僕もやってなかったんで、あんまり貯金できてなくってですね、もう2008年に、株とかでいろいろ失敗して、300万切るぐらい前ですね、結構いっちゃいましたね。で、この時もうかなり無謀で、もうなんか思いつきでサイクリング行って、その帰りにね、車買って帰ってきたりとか、結構ね、今信じられないですけど、むちゃくちゃ浪費してましたね。スポーツカー買って帰って、2回ありましたね、それ衝動買いみたいなね。なんとなくクソ高いギター買ってみたりとか、そういうことを自分の身分に合わないようなね、収入に合わないような、これね、ただのサラリーマンなので、そんなむちゃくちゃ金あるわけでもないし、収入もあるわけではないですけども、そういうことやってたりとかしましたね。で、このまま減り付け続けて大丈夫なのかって不安になってですね、ちゃんと全口座の推移をこの頃からやり始めて、そこから収益見ることでですね、ちゃんと減らないようにしていって、増えるようにしていったっていうんで、そういうのをコントロールしたんで、ここをきっかけにですね、今もう12年くらい経ちますけれども、ずっと記入し続けてきてます。これね、おすすめなので、ぜひね、今年やってみた方がいいですね。で、実際に増減実感することでね、成果が見えるっていうのがあるんで、そうするとまたやる気が出るっていうので、ぜひとも見えるようにするのがおすすめですね。これ、この動画で詳しく解説してね、詳細欄貼っとくんでよかったら見てみてください。で、そこまで来たらですね、じゃあなんか自分で稼ぎたいと思ってなんかやるとしたら、ぜひですね、情報をですね、発信してみてください。情報発信むちゃくちゃおすすめですね。夢に向かって、なんかね、先ほど1個目の夢を目標をですね、明確にするっていうのができたら、それをですね、そこに向かっていく自分の情報をですね、発信していくと、誰にも見られないかもしれないんですけども、でもね、それを書いていくことで、発信することでですね、夢にね、勢いがついてですね、行動に加速するんですよね。やっぱ行動はね、続けるとですね、どんどん加速して止まらなくなってくるんですよね。最初のね、一歩目がやっぱむちゃくちゃ重要なので、とにかく止まらない仕組みをちょっとずつやって、で、情報をね、夢に向かって行動するのはやっぱ発信するといいですね。
まあ Twitter とかブログとか YouTube とか Facebook なんでもいいんで、まあ稼ぎたかったらまあ YouTube とかでもいいですし、ブログでもいいし、Twitter でもいいんで、なんでもいいんで、とにかくやってみた方がいいですね。まあ何がいいでしょうかとか言われるんですけど、とにかく自分が興味持ったものからちょっとやってみて、それでね、やるのはもうただでもう秒でできるんで、こんなもん1時間もあれば動画投稿できるし、1時間もあれば Twitter できるし、1時間もあればブログ解説できるんで、とにかくもうやってみて合うやつやった方がいいですね。で、まあ、不動産投資に関しては、Facebook に不動産投資家がむちゃくちゃいっぱいいて、Twitter とかそんなに多くないので、まあ、不動産投資とかであれば、Facebook とかっていうのは若干あるんですけども、でもまあ、なんでもいいので、とりあえずやってみた方がいいですね。で、よく聞かれるのは、顔出しは必要でしょうかとか聞かれるんですけども、必要かどうかって心配してるんだったら顔出ししない方がいいですね。顔出ししないでも成功してる人むちゃくちゃいっぱいいるんで、よくね、心配してる方いるんですけども、でも顔を出さなくても成功してる人むちゃくちゃいますよね。まあ、例えば YouTube で言うとラファエルさんとかも顔出してないですし、そういう風に顔出しせずに成功してる人もむちゃくちゃいるんで、で、顔出してからやっぱやめるっていうのはなかなか難しいので、もう悩んでるぐらいなら出すのやめましょうっていうので、それでも全然問題ないですね。で、まあ、とにかく、情報を発信して夢に向かっていくですね、自分のこの行動をこうやっていくことですね、それが、まあ、重要ですと。で、とにかく情報発信はですね、まあ僕も2016年ぐらいから Facebook やり始めて、そこでですね、不動産投資の仲間ができたりとか、知り合いができたりとかして、やっぱこういろいろ、情報発信することで、やっぱこう、知り合いが増えたりとかして、その仲間が増えるっていうのはすごい良いメリットがありますし、2017年からブログとかツイッターとか開始しまして、まあそこからですね、ぼちぼちその情報発信っていうのを、まあ本格的に始めた感じですね。で、YouTube も、2018年に始めたので、まだ1年、3、4ヶ月ぐらいですね、YouTube 始めてっていうところです。なので、まあとにかくですね、当時の、まあその中始めた自分とかがですね、こういうこと知りたかったなとか、そういう内容とかをですね、発信するとやっぱ喜ばれますよね。やっぱこう自分自身がこう悩んで、いろいろこう、右往左往した結果化を厳選して役立つ情報をこれだって提示してあげると、もうむちゃくちゃ喜ばれるし、すっげえ役に立つんですよね。なので自分も、本当に当時、まあ、2012、3年ぐらいですね。まあそういう頃に、やってたことで悩んでたこととかをもう分かりやすく、もうバンという風にね、もう出し惜しみせずにやってるので、まあ見てくれる方が多いっていうのがあるんで、まあぜひですね、その役立つ情報を発信して、まあこれから始めようとする人をね、こう、まずギブから入るとすごいいいので、ぜひですね、そういうこうやった方がいいですね。もう絶対人気になりますよね、そういうの。まあただ発信の仕方はね、難しいので、うまく伝わらないとかあると思うんで、そういうのはね、試行錯誤して、ちょっとずつでもいいからやっていくのが重要ですね。まあこういう風にTwitter のやり方、フォロワーの増やし方とか、ブログの始め方とか、YouTube の始め方とか、再生リストとか作ってるんで、これも詳細欄貼っとくんで、やりたかったら見てみてください。で、次ね、仲間を作ろうってことで、夢に向かってね、行動し始めて、それでやっぱ過酷でやっぱ辛いですよ。そういう時はやっぱ仲間っていうの存在がすごい重要になります。で、情報を発信していくとですね、仲間も増えてくるし、同じ志を持った人たちが集まってくるんで、とにかく仲間を作った方がいいですね。で、やっぱ普通にね、サラリーマンやってるとですね、どうしてもやっぱこう、それだけになっちゃうっていうのがあって、新しいことやるときにですね、なかなか友達ができない、知り合いができない、自分一人で悶々としてですね、悩む。まあそういう風になって挫折してしまうっていう人はむちゃくちゃ多いですし、まあ僕自身ずっと一人でやってたんで、その辛さ大変さすごいわかります。なのでやっぱ仲間は早めに見つけた方がいいですね。で、情報発信していくとですね、集まってくるんですよ。同じ志を持った人が。で、あと、この人いいなとか、こういう人すごいなっていうのも分かってくるし、そうすることで、同じ目標を持った人たちが集まって、さらにパワーが増大するんですよね。それで、お互い教え合ったりとか、自分が得た知識をですね、相手に教えてあげて、で、相手が教えた知識をまた教えてもらってって、相乗的にこう盛り上がっていくみたいな感じで、お互い成長していくってなんで、まずですね、ギブの精神がすごい重要で、もうなんかくれくれくんみたいな感じで、何でもかんでも聞きまくるっていうよりも、まず与えてあげて、で、まあ一緒にですね、目標に向かってお互い成長していく、まあそういう人をですね、見つけていった方がいいですね。まあこれもまあどこで見つけたらいいですかとかいろいろ聞かれるんですけども、とにかくセミナーとかいろんなとこ出かけてですね、いろんなとこ出て行って、会社以外の人と交流持つのはすごい重要ですね。まあ会社の中の人と嫌でも付き合わなきゃいけないので、まあそこではもう、これ以上深めなくてもいいのかなと思ってて、まあ会社でね、どうしても出世したくいってとかってあれば、まあそっちに費やしても全然いいですけども、そういうことでなければ、他の人脈作っといた方が絶対ですね、世界広がりますね。で、やっぱ新しいところに飛び込む勇気っていうのは重要ですね。
で、まあ自分自身もまあいろんなところ行ったりとかしていて、まあ2016年に初めて不動産投資のセミナーでですね、それまで一人でずっとやってたので、まあここでですね、出会った不動産投資家の人に、まあすごい仲良くしていただいて、いろんなとこ紹介していただいて、本当に感謝してるんですけども、そういった方と出会うことで自分を飛躍することができたりとか、まあ前もちょっと出しましたけど、ここで知り合った美容師さんと仲良くなって、で、その弟のね、松原、まあ誠司さんっていう人と知り合ってですね、まあその人と一緒にブログとか YouTube とかやっててですね、まあそのおかげで今僕がこうなんか YouTube やってるっていうのがあって、このなんか全然関係ない不動産投資家セミナー行って、この美容師と会ってなかったらですね、僕はブログをやってなかったっていうね、こうまた全然違う人生があったっていうね、そういうなんか何が起こるかよくわからないですよね。っていうのもあって、僕最近もね、いろんな回出てるんですよね。ブロガーとかね、アフィリエイターのオフ会とか出てたりとかしてて、僕あんまりブロガーの友達そんな数えるほどしかいないんですけども、多分10人もいないですけども、そのオフ会に出たりとかして、で、僕まあね、こう、見た感じ、ブロガーとかアフィリエイターではないんで、ちょっとね、こう、いかつくて怖い感じがあるんで、まあ浮きまくりますよね。あいつなんだみたいな感じで。ちょっと別世界の人が来たみたいな感じで浮くんですけども、まあ、僕もまあそんなに、なんだろう、むちゃくちゃ人見知りしないわけではないんですけども、まあちょっと頑張ってですね、いろんな人と仲良くして、お互い情報交換してですね、まあ僕もブログやっているので、ブロガーとしてですね、あんまりブロガーとは見られないですけども、いろんな会に出たりとかしたりとか、あと最近だと YouTuber オフ会ね、まあ酒井さんとかよくやられてますよね。そういうところまあ、増田内閣さんのオフ会出たり見たりとかね、この前まこなれ社長の懇親会出てみたりとか、いろんなところ行ってますけども、基本浮いてますね、僕は。YouTuber の枠の中からもちょっとはみ出してますよね。この風貌というか、こうスタイルがね、ちょっと違った感じのYouTuber でもないし、ブロガーでもないし、じゃあ何者なんだっていうと、まあ不動産投資家なんでしょうね。まあ不動産投資家の中でも若干浮いてますけれども、まあそういうことでいろんなとこ行ったりとかしてですね。あとまあ本当にね、自分のジャンル外の人にもあってて、この前ね、ちょっと言いましたが、人工知能の研究者ね、リーさんって方と会って、むっちゃすげえ人なんですよね。まあ世界変えるような面白いことやってる人でですね。まあそういう人とか、この前ね、ダークマターの研究家の人に会ってみたりとか、むちゃくちゃすごいね、東大の教授の方に、会食させていただいたりとかですね。まあ、あとなんか本当に経営されてる方とか、ベンチャー企業の方とかですね、いろんなこうベンチャーキャピタルとかいろんな人と会ったりとかしてますね。まあそういうことでですね、世界がちょっとずつまあ違ったですね、不動産からちょっと遠ざかりつつあるような違った世界に踏み込みつつありますね。まあそれもそれでね、違うとこ行ったりとかすると面白いですね。まあ、この動画でもですね、仲間を作ることで重要っていうのを解説してるんで、詳細な特によかったら見てみてください。まあ、ここまでね、情報発信して仲間作ろうって言ったんですけども、まあ、最後にですね、ここがね、一番重要なんですね。行動しようって。YouTube 見て、勉強した、本読んで勉強した、いろいろ学んだって言って、終わっちゃう人がほとんどなんですよ。ほとんどの人は行動しないです。それね、ほんとね、ほとんどの人行動しないんですよ。だからまあ、こんだけノウハウ YouTube とかでむちゃくちゃやってるんですけども、本当に行動する人って1%もいないと思ってます。感覚的には。もういろいろぐちゃぐちゃ聞かれるんですけども、これやったらいいですか、あれはどうですか、どうでしょうって言うんですけども、どれだけ教えてもね、やる人少ないですよ。すごいですよね。ってことは逆に考えると、もうね、行動しただけで上位に入れるんですよ。この投資とかね、こう副業とかのジャンルで。それすごいことなんですよね、実は。みんなやってない。だからこそちょっとあれば上位に入れるっていうんで、まだね、楽な世界ですね。で、まあ、結構ね、やっぱなんでかっていうと、本業の仕事があって、サラリーマンとかね、まあ、大学生であれば勉強もあったりとか、まあ、それをちゃんとこなして、さらに余暇にね、こう、スキルを自分の時間削って勉強したりとか、お金をね、スキル上げようって人はですね、ほんと変わり者っていうか、ほんの一部です、やり続けてる人は。相当大変なので、僕も16年間サラリーマンやってるからわかるんですけども、むっちゃ大変ですよ。だからこそ友達作らなきゃいけないし、仲間作んなきゃいけないし、情報発信したりとかして、続く仕組みですね。楽しみながらやるっていうのはすごい重要なんですよね。なので、ほとんどの人は行動しないんで、まずですね、とにかくもう何でもいいから行動しようと。で、とにかく動き続けるっていうね、こう、止まってもうマグロじゃないですけどね、葛西臨海公園の。とにかく動くっていう。で、そこで動いて初めてですね、なんかわかるってことがむちゃくちゃ多いので、まあそこはですね、まずはとにかく動いてほしい。行動を始めてほしいっていうのが、ものすごいありますね。
結局、ノウハウマスターみたいな本読んで満足してる人がほとんどですね。まあ、本すら読まない人が大部分なんですよ。だから、本すら読まない人が大部分で何もしないって人がいて、まあ、ちょっと情報を仕入れようって人がいて、で、さらにそこから行動を移そうって人がいて、まあ、そこはすごい少ないんですよね。さらに行動を続ける人はもっと少なくって、さらに稼げるって人はさらに少ないっていうね、こう、超ピラミッド構造みたいになってるんですよね。なので、まずはね、行動して、続けるってところはですね、すごい重要になってきます。で、まあ、やっぱね、これもね、なんで続けられないかっていうと、これね、ほぼね、みんな初めは失敗するんですよ。これ間違いないですね。なんでかっていうと、やっぱ難しいっていうのもあるので、ほぼ初めは失敗するんですよね。で、自分は才能はないんだとか、あの人あんなに成功してるのに自分はできないって言って挫折していくんですよ。いやでもそうではないんですよね。ほぼ誰しも初めは失敗するんで、もう初めはもう失敗するもんだと思って、あんま気にせずにですね、小さく、失敗してもいいようにですね、始めてですね、いきなり大勝負しないのがおすすめですね。中にはいきなり大勝負して成功する人もいるんですけども、同じそれ以上に大勝負して失敗してる人が多いので、リスクっていう面から考えると、小さく始める、リスクを小さく取ってですね、とにかくちょっとやってみる。で、まず初めは失敗するっていうのは全然、もう、そこから始めるのがおすすめですね。で、失敗からですね、これジェームス・スキナーが言ってるんですけど、失敗から学べばですね、それは失敗ではないって言ってるんですよね。それどういうことかっていうと、もう、なんかうまくいかなかったとしても、そこから学べればですね、それ失敗じゃなくって学ぶ経験になるっていうことなんですよね。なので、とにかくやってみてうまくいかなかったらそこから学んで、そしたらもう一回次新しいことやってみて、で、またうまくいかなかったらそれから学んでまたやるっていうのを繰り返していって、それでいつか成功するっていうのがすごい重要なんですよね。なので、まずはもう、いろんなね、学ぶさんにしろ、小成さんにしろ、池早さんにしろですね、みんな成功してる人を見てると、もうね、この大成功してすげえなって思うとこしか見えてないのがほとんどなんですけども、昔はみんな失敗してたし、全然、名もない頃はですね、誰しも失敗して、とにかくそれを繰り返していって、諦めずにですね、行くっていうのが重要なんですよ。で、失敗しても諦めない、その原動力は最初一番目にあった目標とマインドとですね、決断するっていうことにつながってくるんですよね。で、それが成功するためのですね、一番重要なことっていうのをずっと僕は言ってきてるわけで、才能がどうこうとかよりもですね、続けて学びながら、走りながら学んで失敗していつか成功するっていうね、そこがすごい重要ですね。なので、とにかく行動を続ければですね、学んでいくんで、そしたら成功率がどんどん高まっていくんで、必然的に成功していく風になりますね。なので、年取ったからどうこうとか、年取ったから学びが遅いとかいうのは言い訳でですね、そこからね、もう身体的な能力はあるかもしれないけど、経験っていうのは衰えないですよね。例えば自転車に乗れる経験とかはね、ずっと残りますよね。覚えてますよね、体が。それはね、70、70、80ぐらいだったら乗らなくなるかもしれないですけども、50ぐらいであれば全然自転車乗ることはね、普通にできると思うんで、なのでそういう体験とか経験とかっていうのはね、積み重ねていけばものすごい成長源になるんで、年は関係ないですね。で、これもまたよく失敗する人の多いんですけども、成長はですね、急激に来るっていうのがあるので、この辺ですね、全然もう変化がないんですよね。例えばこの辺が1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月でも何も変わらないように思うんですよね。だから、ここでですね、やめてしまうっていうのがあるんで、本当ですね、気軽にですね、学びながら楽しくやって、どっかで爆発するっていうのがありますと。で、成功してる人もですね、みんなここしか知らないんで、例えば10年前とかであれば僕何やってたかっていうと、この10年前ぐらいはですね、ひたすら今トイックの勉強してましたね、僕は。何を思ったか、英語ができれば稼げるようになると思ってたんで、ひたすらトイックの勉強しましたね。英単語とか英語耳とかいろんなことやってて、それが稼ぐことに結びついたかっていうと全く身についてないんで、この辺でやってたことはですね、僕がやってたのは何もなってはない。海外旅行行って話せるようになるとかそういうレベルのことでしかなくって、でも、それはですね、何かの役に立つかもしれないし、この時点でですね、英語やって何もならなかったら、じゃあ次株やろうとか不動産投資やろうっていろんなことやり続ける上に、総合力が高まってくると。で、1回うまくやってて、ここ、成功すると、2回目他のこと新しくやるとですね、いろんな経験が学ぶんですぐ立ち上がるんですよね。僕ブログやるときはなかなか成長しなかったですけども、そのブログの経験をもとにやっぱ YouTube とかですね、不動産とかいろんなものの経験を持って YouTube やったら一気に伸びたっていうのがあるんで、そういう風にですね、成長が加速するようになるので、とにかくですね、やった方がいいですと。で、
これも、自転車、さっきも言ったんですけど、自転車は最初乗るときね、転げまくりますよね。補助輪つけてね。なかなかね、焦げないし、倒れるし、痛い思いしてやってると思うんですけども、でも、ある日突然乗れるようになりますよね。人って不思議なことで、バランス感覚とか、ペダルを漕ぐタイミングとか、ハンドルの操作とか、それがね、全部積み重なった時にある日突然乗れるようになるんですよ。それがある日突然バンと来るんですよね。それまではもう個々のものをですね、学習しながらですね、言ってるんですけども、でも本当に、ある日突然花開く時が来るんで、なかなかわからないですよね。だからそういう、成長曲線を知っていることで、失敗もですね、失敗ないし、続けることができるっていうのがあるんで、ぜひですね、行動をですね、まず始めて、で、失敗する覚悟を持ってですね、いろいろやるっていうのはすごい重要だと思います。っていうことで、再生リストですね、稼ぐ方法とかやってて、あとまず1円稼ぎましょうとかね、1円稼ぐことの重要性を解説したりとかですね。あとデータを分析してですね、お金を稼ぐ方法とか、そういうのをこの再生リストでやってて、ぜひ見てみてください。ということで、2020年ですね、ここまでお金をこれから稼ぎたいって思う人に、まずこれをやりましょうっていうのをですね、僕だったらこうするよっていうのを解説してきました。夢と目標を書き出そうと、これもっと早くやっとけばよかったっていう、もうトップ1ですね。これはもうやっとけばよかったなっていう。で、資質を見直そうっていうのとですね、情報発信してですね、仲間を作って、すぐ行動しようと。で、行動し続けて、で、初めは失敗するかもしれないっていうか、まず失敗するんですけども、でもそこから学んでですね、少しずつ大きくなる。僕も11年かかってきてるんで、そこまでね、すぐ今 YouTube 見てる人はですね、すごいいいなとか思ってるかもしれないけど、不毛の時代をね、もう5年間ぐらいは何もしてもいいかわからないっていう時代があったりとかしたので、そういう時代をね、みんな乗り越えてきて、成功してる人が多いですね。で、その成功してるとこだけ見ると楽していいなって思うかもしれないけど、その裏にはですね、むちゃくちゃものすごい努力だとか継続してですね、やり続ける、それを支える強いマインドをみんな持ってるんですよ。なのでそこをですね、まずこのマインドを固めてから、そこからですね、すでにこういう流れで行動しよう。それは僕のおすすめで、2020年とは言わずですね、これ2020年きっかけにですね、新しくですね、少しでも役に立てばいいなと思って、解説しました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、お金の稼ぎ方とかですね、経済ニュースとか役立つ情報を発信していってるので、もしよかったらですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、引き続きいつもですね、コメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、コメントとかですね、あとはSNS とか友達とかにシェアしていただけると本当に嬉しいし、やる気が出ます。またですね、Twitter とか有益な情報を発信していってるんで、よかったら登録してください。また LINE アットですね、不動産投資のチェックリストをプレゼント中です。それどうもありがとうございました。ウェイ。